世界を変えたいという言葉は就活の面接でも起業家のインタビューでも選挙のポスターでも毎日のように見かけます。でも変えた後の話をしている人をほとんど見たことがありません。いつも帰るところで話が終わるんです。実はアニメと漫画はその続きを何度も描いてきました。世界を変えることに成功した人がその後どうなるのか、結末は不思議なくらい同じ形をしています。今日はその話です。エレン・イェーガーという人がいます。進撃の巨人の壁に囲まれた世界に生まれて自由を奪うものを全部なくすと決めて、そして実際に世界の形そのものを変えてしまった男です。ここでは彼のやり方が正しかったかどうかには踏み込みません。構造だけを見ます。世界は確かに変わりました。ただ、その変わった世界の中にエレンの居場所はありませんでした。自由を求めて世界を変えた本人が変えた後の自由の中に入れない。物語の一番外側だけを取り出すと、進撃の巨人はそういう形をしています。ところで、同じ世界を作り変える力に手が届いて全く違う終わり方をした人がいます。鋼の錬金術師のエドワード・エルリックです。彼は物語の最後、真理の扉の前に立ちます。世界の仕組みそのものに手が届く場所です。そこで彼が選んだのは、錬金術という自分の力を丸ごと差し出して弟を連れて家に帰ることでした。世界を作り変える力から自分から降りた。エレンが帰れなくてレドは帰れた。この分かれ目は性格や運の話ではないと私は思っています。そしてこの分かれ目を誰よりも正確に理解していた男がいます。コードギアスのブルーシュです。神聖ブリタニア帝国という巨大な支配体制を知略一つで内側からひっくり返した人です。彼の革命の設計図はよく見ると異様です。最後に世界中の憎しみを自分一人に集めて囚人監視の中でその自分を殺させるゼロレクイエム。新しい世界の図面に最初から自分の席を描いていないんです。つまりルルーシュは変えた世界に自分は住めないことを最初から知っていた。知った上でそれでも帰る方を選んだ。エレンが結果としてそうなった場所に彼は設計図の段階からたどり着いていたわけです。ここで3000年前の本の話をさせてください。歴境という人間に起きる変化のパターンを64個順番に並べた記録があります。その中に核という形があります。革命の核です。核の説明にはこう書いてあります。己の日にして信ずらる。革命はそれがなる日が来るまで誰にも信じてもらえない。エレンもルルーシュも最後の瞬間まで世界中から憎まれていました。そういうものだと3000年前から書いてあるんです。そして面白いのはその次なんです。64個の並びで核の次に置かれているのはカナエ。カナエという3本足の青銅の鍋です。革命の次が剣でも旗でもなく煮炊きの器なんです。壊して帰る力と新しい世界を毎日養っていく器は別のものだ。並びはそう言っています。だから核で終わった人はカナエを誰かに渡して去るしかない。エレンは生き残った仲間たちに、ルルーシュは妹のナナリーに器を渡しました。エドが生きて帰れた理由も同じ並びで説明がつきます。彼は核の力に手が届いた瞬間にそれを手放してカナエの側に座り直した。家族という一番小さな器の側にです。このメデオの中を見ると、変えるという言葉が随分安く売られていることに気づきます。人生を変える転職、業界を変えるスタートアップ、日本を変えると書かれた選挙ポスター、どれも変えるところで文章が終わっています。でも、核とカナエの並びに従うなら、聞くべき質問は一つだけです。変えた後、誰がその器を持つんですか？この質問に答えのないカエルは、多分壊すところまでしか考えていない。そして、これは人事ではないんです。転職でも引っ越しでも人間関係のリセットでも、私たちは変えることそのものに酔うことがあります。変えた翌日の朝から始まる地味な煮炊きの長さを忘れたまま、私にも覚えがあります。世界を変えた2人は変えた世界に住めませんでした。力を自分から降りた1人だけが家に帰りました。3000年前の記録はその分かれ目のところに鍋を一つ静かに置いています。変えることは始まりではありません。器を持った日が始まりです。